皆さんこんにちは。システムエンジニア入門です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は Wi-Fi が遅いとき、設定を見直すときなどに役立つアプリについて解説していきます。簡単にこの動画の内容を説明します。最初にこの動画をご覧いただくための基礎知識を説明します。その後 Wi-Fi アナライザーの紹介をし、通信速度の改善ができそうな時の設定例を紹介します。最後にパソコンやスマホの通信速度を測定する方法について紹介します。今回紹介する Wi-Fi アナライザーは Windows、Mac、Android、iPhone それぞれ出ています。これからアプリの画面をご覧いただきますが、Wi-Fi についてよくご存知でない方のために簡単にWi-Fi の基礎知識を説明させていただきます。今、皆さんが Wi-Fi に使われている機器のほとんどが Wi-Fi 4から Wi-Fi 6に対応しています。Wi-Fi では2種類の電波が使われています。2.4GHz は障害物に強いけれども遅い。5GHz は障害物に弱いけれども速いという特徴があります。Wi-Fi 4と Wi-Fi 6では 2.4GHz と 5GHz を使うことができます。ただし、障害物などがあって 5GHz だと電波が弱くなってしまう場合などを除いては 2.4GHz は使わず 5GHz を使います。Wi-Fi 5では 5GHz だけを使います。ここで覚えていただきたいことは一つだけ。基本 5GHz を使う。5GHz で速度が出なかったり途切れる場合には 2.4GHz を使いましょうということです。では Windows 10の場合と Android の場合について Wi-Fi アナライザーのインストール方法を紹介します。Windows 10の場合はスタートメニューから Microsoft Store を実行するとこのような画面が出てきます。右上の検索から Wi-Fi アナライザーと入力すると Wi-Fi アナライザーが出てきますので、こちらをクリックしてから右上のインストールをクリックするとインストールすることができます。次に Android の場合、Google Play を起動し Wi-Fi アナライザーと入力するとこのような画面が出てきますから Wi-Fi アナライザーを選択してインストールをタップします。さて、Windows 10の Wi-Fi アナライザーの画面をご覧いただきます。起動すると上のメニューの接続済みが選択された状態になり、自分が使っている Wi-Fi ルーターの情報やネットワークの情報が表示されます。画面に表示されているのは私が使っている Wi-Fi の状態です。周波数のところをご覧いただくとわかりますが、5GHz を使っています。メニューの接続済みの隣、解析をクリックします。すると、このようにグラフが表示されます。見方を説明していきます。グラフの左下に 2.4GHz と表示されています。このグラフは 2.4GHz のグラフです。横には1から14の数字が表示されていて、使われているところの数字は黒。使われていないところの数字はグレーになっています。数字の上に山のようなグラフが表示されています。この山一つずつが Wi-Fi の電波を表しており、グラフのてっぺんには SSID が表示されています。縦軸は電波の強さを表しており、グラフの山が高いほど電波が強いことを表しています。グラフが込み入っているのは、たくさんの Wi-Fi のアンテナがあることを表しています。重なりが多くなればなるほど通信速度が遅くなる可能性が高くなります。もし通信速度が遅いと感じている場合は、グレーの数字がないか、黒い数字のところでもグラフが空いているところがないかチェックして、その数字をメモしておきましょう。この数字が空いているチャンネル番号になります。では 5GHz のグラフを見てみます。画面の下に 5GHz と書いてあるところをクリックすると 5GHz のグラフに変わります。こちらが 5GHz のグラフになります。見方は先ほどの 2.4GHz のグラフとほとんど同じです。2.4GHz のグラフと比べると
グラフがほとんどなく 5GHz の電波はほとんど使われていないということに気がつきます。勘のいい方はお気づきかと思いますが、私の家の周りの人は速度の速い 5GHz を使わず、速度の遅い 2.4GHz を使っているということです。もったいないですね。Android の画面もお見せします。こちらが Android の Wi-Fi アナライザーの画面です。表示されている内容は Windows 10と一緒です。2.4GHz と 5GHz の切り替えは左上の四角をタップすると切り替わります。Windows 版と Android 版の Wi-Fi アナライザーのグラフを紹介させていただきました。iPhone については紹介できませんでしたが、同じような画面になっています。このグラフからご自身が利用している Wi-Fi が 5GHz を使っているのか、混雑しているところを使っていないか確認してみてください。仮に混雑しているところを使っていて、設定を変更したいと思ったとしましょう。設定変更の例を説明させていただきます。こちらは私が使っている Buffalo の Wi-Fi ルーターの設定画面です。詳細設定から無線 2.4GHz を選びます。無線機能のところにある使用するにチェックが入っていることを確認して、無線チャンネルのところに先ほど調べた空いているチャンネル番号を指定します。このチャンネル番号のところ、自動にするとルーターが自動で空いているチャンネルを探して設定してくれますが、今回はせっかく調べたのですから、チャンネル番号を指定して手動で設定するようにしましょう。画面の一番下にある設定ボタンを押すと設定完了です。次に 5GHz も設定します。2.4GHz の時と同じように設定します。私の場合は 5GHz のところがほとんど使われていなかったので自動にしてありますが、皆さんの場合は混雑しているようであれば、空いているチャンネル番号を指定しましょう。混雑していないようであれば自動でも結構です。設定し終わったら画面の下の方にある設定ボタンを押しましょう。さて、ここまでで Wi-Fi の電波を調べ、空いているところを使うように設定できました。最後、通信速度を測ってみましょう。ブラウザーから Wi-Fi スペース速度測定で検索してみます。Google Chrome で検索した場合、Google のインターネット速度テストが一番上に出てきました。こちらで測定してみます。速度テストの実行ボタンをクリックしてしばらく待ちます。待っている間に補足の説明をします。今回は Google の速度測定を使いましたが、他にも速度測定をしてくれるサイトがありますので、他のサイトで測定していただいても構いません。パソコンやスマホで他のアプリが動いていると、測定に影響を与えてしまいますので、他のアプリは終了状態で測定しましょう。ゲームや大きいファイルの送受信をする場合などの特殊な場合を除けば、だいたい20Mbps 程度出ていれば十分だと思います。メールやホームページの閲覧、YouTube などの動画を見るには十分と言えます。私の環境ではこのような速度になりました。皆さんもご自身の環境でどれくらいのスピードが出るか試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは IT 初心者、中級者向けに IT に関する情報を配信しています。皆さんの役に立つ情報を配信していますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また動画配信します。お楽しみに。